ドリームジャーニーに催眠をかけたという催眠をトレーナーにかけて自分の体をトレーナーの欲望のままに貪ってもらおうとしたものの担当馬の勝利という欲望しかトレーナーにはなく焦り出すドリームジャーニー。やった、ジャーニーに催眠をかけることに成功した。よーし、それじゃあ次は、そもそもなんで催眠かけたんだっけ？私を好き放題めでるためですよ。ああ、そうだった。ジャーニーを好き放題めでるために俺はジャーニーに催眠をかけたんだった。いや、そんな相手の気持ちを無視したこと絶対にやっちゃダメだろ。しかしトレーナーさんは実際に催眠香水を用いて私に催眠をかけたんですよ。それほどまでに私をどうにかしたいという欲望があったのでは？そうだった。俺が催眠香水で。いや、こんなの聞くわけないだろ。聞きますよ。ほら、今の私はトレーナーさんの言いなりです。トレーナーさんに命じられれば素直に受け入れてしまうでしょうね。ジャーニーの香水がもうそういうアイテムにしか見えない。実際にそういう成分が入ってても俺は何も驚かない。三分教伝にそういう強キャラいたな。いや、トレーナーと相葉は信頼という絆で繋がる清く尊い関係なんだ。そんな大切な存在に催眠をかけるなんてトレーナー以前に人としてあってはならないことだ。おやおや、トレーナーさんが知らないはずはないですよ。スポーツ選手に催眠をかけて脳のリミッターを外すことで身体能力が向上したというデータが存在するじゃないですか。それは確かにそうだけど。トレーナー学校で最初に習ったはずですよ。担当馬娘を催眠術で支配するのは基本だと。そうだっただろうか。思い出せない。現にバクトレさんが爆心王さん相手にやっているじゃないですか。3600メートルは 1200×3 だと。姉上、あれは催眠ではなくただの嘘だし爆心の民も騙されたふりをしているだけであろう。水を差すのは良くないよ。他にはスカトレさんがスカーレットさん相手に控えるレースをするように催眠をかけたり、ブラトレさんがブライアンさんを高松宮記念に出走するように催眠をかけたり、アンチ野菜の民の高松宮記念はむしろトレーナーの方が催眠状態だったのではないか？口を挟まないでもらえるかい。もう早く帰りたいよ。ウォッカがダービーに。クラシック登録。ポバノも含めて全部やっと決定してたオーナーは確かに催眠状態だったのかも。最近だと新緑家がその催眠してたな。令和でもやっぱりいるんだなダービー登録するお牝馬。登録する馬自体は結構いる。出るのは稀。5本。とにかくトレーナーさん、確かにあなたは私に催眠をかけたんです。そうか。俺はジャーニーに催眠をかけたのか。そうですよ。私も不意をつかれてかかってしまいました。姉上は常にかかっているがな。さあトレーナーさん、今なら馬ぴょいも目に式もシェイクザワールドもし放題ですよ。馬ぴょいする、目に式する、シェイクザワールドする、ニュー。世界を揺るがすほどの激しいピョイをするのか。相葉とピョイすることで世界を揺るがすのかもしれない。粛清、遺言は手短にな。トレーナーさん。そうだ。今の俺はジャーニーを好きにできるんだ。そうですとも。これはもう価値格だね。どうだかな。俺がジャーニーに催眠をかけた理由、今ならわかる。どのようなご希望にも応えましょう。私を無理やり同行しようとかお考えではありませんか？そう。俺はジャーニーを無理やりにでも休ませるために催眠をかけたんだ。トレーナーさん。こうなることは目に見えていた。中央のトレーナーなど良くも悪くも強靭よ。脳どころか全身を駆け巡る血液ですら担当馬の栄光のことしか考えておらぬ。自身の欲望などどこかに打ち捨てねば中央のトレーナーになることは不可能と噂されるくらいだからな。でもトレーナーさんだって人間だよ。欲望を完全に消し去るなんて不可能だ。確かに姉上の言う通りだ。ということはあるんだね。欲望が。ある。それは魂に刻まれた本能と言うべきか。本能。となるとそれはもう人類としての本能以外にありえないね。おい、貴様の欲望を姉上に聞かせてやれ。俺の、欲望。ワクワク。俺の相葉を、ドリームジャーニーを、この手で、三冠馬娘にすること。それでこそ中央のトレーナー、それでこそ姉上のトレーナーよな。これが人類の本能かい？姉上、
こやつらを人類にくくるな。こんなのおかしいじゃないか。さっきの流れだったらエンジョイ&ジョインしてゾクゾクするようなネクストフロンティアにたどり着く流れじゃないか。姉上、さっきからそうやって他の馬娘の歌唱曲を貶めるのはやめよ。大丈夫だよ馬ぴょい伝説は私も歌うよ。共通曲はノーカウントだ姉上。貴様もいい加減に目を覚ませ。姉上の目を見るがよい。あれが操られている奴隷の目か？邪魔をしないでほしいね。今が大事なところなんだから。姉上もしつこいな。トレーナーさん、私の体に触れたいんですよね。そのために私に催眠をかけたんですものね。ジャーニーの、体。ああ、素晴らしい仕上がりだな。トレーナーさん。次のレースもバッチリだ。そうではないでしょう。姉上、何度試そうが時間の無駄だ。姉上がどれだけあがこうが結末は変わらぬ。フルフェーブル。まだだよ、まだ終わらないよ。クワトロジャーニー。ほらトレーナーさん、私の体をどうしたいのですか？姉上が必死になってきたよ。俺は、ジャーニーの体を。私の体を？次のレースだけじゃなくて、もっともっと先のレースを見据えた肉体強化をしなければ。そうじゃないでしょう。だから時間の無駄だと言ったであろうに。オルは黙ってて。そもそも世はどうして姉上に付き合わされてるんだよ。トレーナーさんの強靭な精神力もこうなってはかえって厄介ですね。私のかけた催眠下にありながらトレーナーとしての使命にここまで忠実でいられるとは。さすがは中央のトレーナーさん、といったところでしょうか。盗作的すぎて頭おかしくなりそう。頭はもうおかしくなってる気がする。こうなったら私から誘導するしか。どうせ無駄だよ。トレーナーさん、よく聞いてください。確かにトレーナーさんは私の勝利を願ってくださる素晴らしいトレーナーさんだ。ですがそれ以上の願いがあるはずです。俺の、願い。ドリームジャーニーを誰にも渡さない、自分だけのものにしたい。ですよね？いや、ジャーニーが努力の末に手に入れた勝利の栄光はジャーニーのものであって俺は手助けをしただけに過ぎない。俺だけのものにしたいなど考えてはいけないんだ。トレーナーさん、レースから離れてください。もうよい姉上、茶番は終わりだ。もう少しだけ時間をくれないかい？もうちょっと時間があればトレーナーさんも落ちると思うんだ。安心しろ姉上、姉上が好かれていることは間違いないのだ。故に催眠を用いずともいずれは夢の旅路を共に行くこととなろう。そうなのかい？不安なら質問してみるがいい。催眠状態なら素直に答えが引き出せよう。じゃあ、トレーナーさんは私のことが好きですか？もちろん。ならいずれ馬ぴょいしたいとか思っていたり？法的に問題がなくなれば。法など私が握りつぶしますからなんならこれからでも馬ぴょいしちゃい。あまりにも真っ当な社会人であるな。このような人物であるならば我が義兄としても申し分ない。姉上？裸にひんむいて押し倒して一発既成事実仕込めばあとは流れでなんとかできそうだね。姉上は妙なことせずに普通に甘えた方がかえって近道だと世は思うぞ。こんなの繰り返してたらそのうちトレーナーの精神が崩壊しそう。一度くらい精神崩壊してないと中央のトレーナーにはなれねえんだ。これドリジャ的にどこまでやれたら大成功なんだろう。催眠をぶち破った上で同金？催眠かけておいて催眠をぶち破った上でってのが最高にめんどくせえな。どうでもいいけどドリジャが旅に出てる間にオルは結婚してそうだな。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。